J です。10月下旬、一人で羽田空港にいます。出張で鹿児島へ行くことになりました。鹿児島は日本のこの辺り、九州の南端にある大きな県で桜島という活火山を有し、そのため古い溶岩流や温泉があります。とてもワイルドな自然があふれる場所というイメージ。すみません、鹿屋まで行きたいんですけど、どのバスに乗ればいいですか？はい。がございます。15時だと何時に着きます？9時40分頃に到着。わかりました。券売機が出てすぐ左手にございますので、わかりました。チケットご購入ください。ありがとうございます。空港から鹿屋市に行くには車かバスで行くしかなく、バスも1時間に1本あればいい方です。ご利用明細書を発行します。やっとバスが来ました。鹿屋市までは1時間45分ほどかかります。でも結構都会ですね。こんな空港からこんな離れたところにこんなちゃんとした街があると思わなかったですね。バス停から割とすぐでした。寿ホテル、築30年以上の建造物をフルリノベーションした白壁鉄筋のおしゃれなホテルです。はい、そうです。フロントの方はとても感じがよく、チェックインはスムーズでした。1階は鹿屋市で唯一のコワーキングスペース。地元の方にも開かれたホテルです。なんか素敵なホテルでした。今時だな。うわ、なんか小上がり家みたいになってますね。うわ、面白い。家だなこれ。家ではないのですが、ちょっとモダンなマンションみたいな作りです。ちっちゃいけど。わあ。一人で泊まるには広すぎる部屋。でもすごく見晴らしがいいですね。屋上があるというので出てみました。素敵。
屋上庭園は鹿屋市に本拠地を持つアラヘアムが植栽を担当。静かです。さっきの雲さっきの雲いました。空は広いわ。ここは魚の美味しいイタリアン。ホテルの方が鹿屋で一番有名なお店だとおっしゃっていました。堀江貴文さんも絶賛しているそうです。ありがとうございます。びっくりしました。外の風景とかもすごく素敵で。そうですね。ありがとうございます。歩いてこれ。ドイツの車内になりますね。はい。続いてが、甘鯛になります。エビのような甘みのある甘鯛に中にですね、白いゴーヤ、アップルゴーヤとも言いますけども、通常のゴーヤよりも少し苦みがまろやかなタイプですね。そこに甘鯛と落花生で作りました落花生豆腐のようなソースに、豚の背脂ガルドを重ねた料理になりますので、お待たせしました。さっぱりした甘鯛とこってりした背脂のソース、ゴーヤのサクサク感も加わり、何度もうなずいてしまう美味しさでした。
何人まで入れるんですか？ですね、通常、8人向こうがフロアになっておりまして、8人とさせていただいてるんですけども、ちょっとここ最近は、4名から6名というような形になってるんだけど、で、今日ちょっと今1人でさせていただいてるので、普段は妻と2人でしてるんですけど、ちょっと今体調壊してまして、はい、戻るまではちょっと1人という形で、組数も。じゃあすごく今贅沢な状態なんですね。私にとっては。謎が解けました。続いてが、サタで上がりました黄門旗になりますね。シンプルにローストしまして、白いソースのものが、隣町垂水の山の方で無農薬で栽培するオーストリアのワインですね。グルーナーという品種ですけども、酸の中に大変いい甘みがあるのでバランスのいい味。それにしても食材は基本的に全部地元のものなのでしょうか。9割方大隅半島の食材になってます。大隅半島は鹿児島県のこっち側。それこそ志布志の方から佐多の方には近場のもので十分お客様に提供できる食材は今のところ揃っておりますので、続いてが、シンプルなリゾットですけども、先ほど前半でお伝えさせていただいたアワビのだしをベースに、地元の無農薬米と錦江湾の波下ひげエビという深海うわ、なんでしょうこれは。朝日ガニというカニを使いました。パスタの方はシンプルに朝日ガニを経産牛のサーロインになりますね。赤身のサーロインに、ソースではなく野菜、季節の野菜でギンナーとムカゴ、栗、黒米、ちょっと食感のある野菜をハーブでまとめた料理にしました。新の柿を少し上がりにしたものと、あと紅茶のジュレですね。そこに奄美大島の別と少し爽やかなですけど南大隅の無農薬で栽培されている紅光という品種の紅茶。ちなみにシェフは地元の方ではなく佐賀県出身。最初は遠いなと思ったそうです。知らないでくると本当に遠いと思います。なんか遠くてもいいけど電車で行けないってどういうことって思いますね。市内に出るのもやっぱり2時間ぐらいかかりますから、鹿児島市内の方。ちょっと普通に地方行く感覚でいるとどこでも一人で行けるだろうと思ってたら今回はさすがにどうしようみたいな感じになりましたね。
ですね。でもまあ金谷は竹亭っていうお店とかなんかランチするお店もあるって聞きました、ね。そうですね。結構同世代でまあ洋食というか、まあイタリアンというかワイン食堂というかそういうお店も結構いっぱい。もう 10軒ぐらいあるんじゃないですかね。あ、そうなん。そういう地方でわざわざ行って美味しいものを食べに行くっていうのが結構なんかいいお店が増えた気がして、それが贅沢みたいな感じになってますよね。まあまあなんかそうですね。やっぱりこう食べたことがない食材とか、手元がない場所っていう方がなんかこう特別感がありますよね。そんな会話をシェフとゆっくりできたのもとても贅沢な時間でした。翌朝、ホテルの朝ごはんをいただきました。鹿屋の飼料会社を経営している寿商会が運営するチーズ工房と精肉店がここにあり、自家製のハムやチーズが味わえるベーカリーなのです。地域とゲストをつなぐホテル、とても素敵でした。